来ていただいてありがとうございます。茶釜流世界一地味な、ダンス練習、茶釜です。で、今回前回の、アイソレーションの一番最後ですね、腰の動きをするにあたって、ちょっと重要になってくるのが、体内圧力、胸は、わかんねえかな。あ、こっち見えるやすいな。腹この体内圧力で、腰する場合って腹の圧力、圧力なんて関係あるのと思うけど、なんですか、バレエの引き上げをして、バレエの引き上げとかで、わかるかなこの辺ちょっと、引き上げとかで、なんですか、結構使われてるんだよね。軸をキッとするっていうのにも使われるし、脳とか歌舞伎で決めるけど、歌舞伎とかでも体内圧力、こう上を切って決めたいときは、ふーんって力入れるんじゃなくて、ふーんって力入れるんじゃなくて、体内圧力を上に持ってってあげて、キュッて決める。って感じかな。こう来て力で、ふーん、ふーんってやるよな。スッと、腹からの圧力をスッと上げて、キュッて決めてあげる。逆に、下半身決めてあげたいときは、動かすときは抜いてた方がいいんだけど、決めるときは、こうして、こう。で、ここで決めたい。グイって決めたいときは、この圧力をちょっと下に、ギュッて、逆にギューっていきたいときは、ゆっくり圧力を上げてあげる。で、抜いてあげながら持ち上げる。ここから抜いてあげる。腹の方に抜いてあげながら、決めたい。ブレちゃったに。決めたいときに、クッて、グーって力入れて止めるよりも、体内圧力をキュッて、なんかブンって膨らます感じね。キュッて上げて、決めてあげたら、なんていうの頑張ってます感が出ない。なんか、おっていう、なんか、グッてしてないのに、きちんとバシって決まってるなみたいな。筋力で固めて止めない。腹圧で止める。ギュッ、ピュッ、限界まで、ここからもいかないけど、そこでさらにキュッて圧力を上げて止めてあげる。で、腹のアイソレーションは、腹の圧力を抜いてあげた方が全然動きます。前、左、後ろ、右、前、左、後ろ、右、前、左、後ろ、右。今度、わざと圧力を下に下げてみましょうね。下げて、前、後ろ、左、右、お腹の方に圧力がいくようにしながら、で次、抜いてあげる。抜いて、前、左、後ろ。これも分かる人だけ分かるんだよね。分かんない人分かんないんだよね。はい。もう困ったことに。抜いてあげる方が、
すっごい腰の動きが軽くなりますね。女性ウォークの時に、右、左、右、左ってあげるけど、うん。でも腹の力ちょっと抜いてあげた方がスムーズにいきます。で、スムーズキュッ、スムーズキュッ、キュッ、キュッ、圧力を決めた時にキュッて下に上げる感じ。こんな感じでやります。まあちょっと説明したけど、限界までずっと全部の箇所でやったけど、限界までやって、息を活用して、さらに限界を追い詰めてあげる。で追い詰めた状態で力みを取っていく。右も一緒。右も一緒で、限界まで追い詰めて、力みをちょっとずつ取ってあげる。で、限界をさらに追い込むために、他の部位を追加してあげる。って感じだね。腰するときに覚えた方がいいのは、足の付け根、足の骨と骨がつながるところって、医学的には絶対違うかもしれないけど、自分の感覚的には、ケツの肛門の真横に骨があるんだよね。なんか、尾てい骨って座った時に地面につくとこあるけど、その真ん前。本当だいたいみんなこの辺りが足の付け根と思ってるかもしれないけど、ほぼ肛門の真横が足の付け根っていうのを理解しながら、肛門の周りの筋肉で足をコントロールしてやるっていう意識も、どっか心のどっかに留めてた方がいいかもしれません。では、いつもよりちょっと短いかな。体内圧力と腰のアイソレーションでした。またね。